はい、YouTube をご覧の皆様、こんばんは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今日は、今年社会人1年目で、事務員さんとして頑張っている、女性の方を紹介します。彼女は、京都の方なんですけども、中学の時にアトピーが、少しずつ悪化して、大学の時にもう顔にアトピーがどんどん悪化して、で彼女はもう京都の方ですから、知ってる人は知ってると思うんですけど、京都のなんか治療院ってなんかスピリチュアル系が多いとこあるんですよね。オーリングテストをする先生とか、あとはそうだな、なんか神様となんか話しながら診断する先生もいるんですよ。信じられないと思うんですけど、そういう先生やっぱいます。スピリチュアル系の先生結構多いので、僕もですね5年ぐらい前に、神様と、会話しながら、診断する先生と会ったことがあるんですよ、5年前に。でその先生結構有名です。本も出してます。で僕アトピーひどい時にその先生とちょっと診断してもらって、めちゃくちゃ面白いんですよね。本当にね、神様と話してるような感じなんですよ。例えば僕行った時は、先生僕ちょっとアトピーで困ってるんですと、ちょっと本当にかゆみが強くてステロイドを使いたくないんですけど何か方法ないですかっていう体で僕行ったんですよ、京都にね。じゃあその某先生なんですけど、彼の診断って面白いですよ。こんな感じですわ。神様とこう話すんですよね。樋口さんのアトピーの原因は何だ？食べ物か。食べ物か。樋口さん、昨日何食べましたか？そうですね、昨日は晩ご飯だったらご飯と味噌汁ととんかつとサラダ食べましたと。じゃあその先生が、樋口さんの食べ物は、とんかつとご飯と味噌汁サラダを食べたと。彼のアトピーの原因はこの中にあるか？ない。樋口さん他何食べた？他そうですね、なんかラーメン昼に食べたと思います。樋口さんは他にラーメン食べた。樋口さんのアトピーの原因はラーメンか？違う。そうか本当こんな感じなんですよね。これ本当ですからね。はい、京都にはそういう先生が多いんですよ。で彼女は、京都はオーリングテストをする先生も多いんでね、このうちの治療院に来る前にオーリングテストを受けて、確かアレルギーが原因であったりとかいろいろ指摘されたらしいんですよね。で彼女食事制限もやりました。で漢方もやりました。でもアトピーが治らない。でうちに来たっていう流れです。はい。で、面談した時に、もうすごい素直でいい子で、真面目だし、もう速攻合格っていう形になって、一応治療開始となったんですよ。でそうだな、治療開始して、数日ぐらいで顔、彼女顔がひどいんですけど、顔のアトピーが引いて、でもその後ブワーって滲出液が顔から出て、目とか耳からも滲出液がドワー出てですね、2週目のコンサルの時に結構ひどかったんですよね。もう顔真っ赤な状態ですよ。これすごいな。ひょっとして西さん今仕事行けてますかって聞いたら、行ってますって言うんですよ、休んでないと。これはもうすごいですね。もうメンタルすごいですよ。普通だったら仕事を休むとか、僕だと仕事多分休んでますもうそこまでメンタル持たないんでね、僕は。でも彼女偉いですよね。顔から滲出液がドワー出てる状態でも一切仕事休まずに行ってたんで、これはすごいなと2週間前思いました。で、今日1ヶ月、経つんですけど、ちょっとこの後コンサルですけどね、彼女が多分仕事休んでないかなとかちょっと心配なんですよね。で、肯定反応もちょっとどうなってるかなとちょっと気にしてます。はい。
ちょっとこの後いろいろ彼女の生の声を、聞いてみたいなと思います。どうぞ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。聞こえてないかな。こんばんこんばんは。は。あ、どうもお久しぶりです。久しぶりです。お元気ですか？はい。はい。よろしくお願いします。はい。大丈夫です。お願いします。今写真見てたんですよ。はい。どうですか？もう好転反応が終えた感じですか？うん。だいぶ、首から上はだいぶマシになりましたね。最初の2週間好転反応でめっちゃ苦しみましたよね。うん、だいぶだいぶ出ましたね。ブワーって出て、はい。で、やっと最近ですかね、3週間目あたりぐらいから徐々に引き始めて、で、1ヶ月でだいぶ首から上はそうですね、良くなったかなっていう感じです。僕一番最初言ったと思うんですけど、最初の2週間ちょっと好転反応で苦しむかもしれなくて、素材がうん、変わるはい。2週間後、この2週間で改善するかもしれないんですよって言ったと思うんですけど、その通りになりましたね。はい。そう、そうですね。本当にその通りでした。顔だけ見たらなんかもうニキビの跡のような感じがして、そんなにひどくないように見えうますよ。写ん、真ではね、写そうで真ではですよ。すね。だいぶ赤みも引いて、で、ただれてたのがなくなって、新しい皮膚が生まれてきたなっていう感じで、うあ、ん。うん、あとは、あれですか、ニキビとか、なんかその、ただれてるのが治った後に、その、ただれてた範囲のなんか縁に沿って、ブワーってニキビが出てきて、次は。それが、それのニキビ跡がまだちょっと残ってるんですけど、でもだいぶ浸出液でこうね、ジュクジュクしてた時から比べるとすごい良くなったなっていう感じです。いやー、この、目の上とかもなんか浸出液すごかったですもんね。うそうですね。まぶた、最後まで耳とまぶたは結構手強くて、ずっとズル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 長引いてたんですけど、最近になってやっと乾燥してきて、新しく生まれ変わってるなっていう感じが出てきました。どうですか？ちょっとこの好転反応、いいように感じくれてますか？もうなんか、出すだけ出して、出すだけ出したらあとは良くなるだけやなっていうのをこう学んだというか、ので、頑張って、全部出し切りたいっていう感じですね、今は。あ、いいですね。その考えめっちゃ大事ですよ。素敵です。その考え。ありがとうございます。なかなかね、その好転反応真っ只中な人ってなかなかそういう考え方できないんですけどね。西さん偉いですね。うん、でもだいぶ、その顔が良くなったっていう多分その経験があるからですかね。顔もまだずっとこう好転反応で、こう、だらだら長引いてたら、結構しんどいかなっていう感じだったんですけど、あの、あともうちょっとって。この顔はやばいな。この顔、この顔ってちょっと失礼な表現ですけど、いや、この状態で仕事行ってたんでしょ？そうですね。でもいや、ガーゼは貼ってましたけど、はい。まあ、だいぶ痛々しい姿ではあったなっていう。いや、もうこの状態で仕事に行くっていう、その意志の強さがやっぱ本物ですよね。本気でアトピー治したろうっていう気持ちはやっぱ伝わってくるので、うこれはちょっん。と応援してあげたいですね、本当にね。まあまあまあ、顔はやっと引いてきたから、そうですね。はい。で、西さんの場合、ね、一番心配してたのは顔ですよね、やっぱり。そうですね。顔が一番外に出るので、はい。うん、やっぱで、直したいっていう気持ちは。
今もうマスク取っても大丈夫なんですか？なんか周りの人言ってきます？ああ、でもマスクはそう、会社がマスクをつけないとダメっていう、コロナとかでうん。マスクをつけないとダメっていう、ルールがあるんで、マスクはつけてるんですけど、まあでもそのガーゼをこうもう全体に貼って、でもマスクでも隠しきれないぐらい痛々しい姿やったんで、まあそこから比べると、まあだいぶ、治ってきたねっていう感じで言ってもらったりはするんですけど、いや、この顔見たらもう、うん、今見てもそんなに分かんないですけどね、こう動画で見てると、うーん、ちょっとなんかニキビがポツポツあるよかなっていうレベルですよ。そうですね。このはい。辺に。うん。1ヶ月前やばかったですけどね。だいぶやば痛々かったでしかったですすね。ね。うん、だいぶやばかったですね。やばかったですね。今その写真見返すともう、あーってなんか自分の顔やけど、あーってなります。すごいわ。もう本当、この状態で仕事行く、そのメンタルの強さ、素敵です。いやー。すごいっす、すごいっす。ですね、うん、はい、2ヶ月目はですね、はい。西さんの肌質ってちょっと違うんですよね。ガサガサしてないし、どっちかというと、うん、乾燥肌っていうより、どっちかというと油系じゃないですか。そうですね。うん、はい。なので僕、保湿はする必要がないと思ってて、あ、そうなんですか。どうですか？なんかその、保湿したいですか？ガわサガサしてます？かんないです。なんかお風呂入った後は結構乾燥っていうか、まあちょっとガサガサするかなっていう感じで、本当ですか？はい。うん。そうですね。なんかその乾燥してるから、こう自分で油をこう出さないとってなって、油がこう、うわーって出てきてしまってるのかなっていう、なんかそういうのもあるのかなって思ってるんですけど、うん。はい。で、写真見る限り、なんかそのガサガサガサガはい。サしてる部分もないし、なんはい。か乾燥のせいでね、ガサガサかき壊すような感じもしないし、ちょっとどうかなっそて、う今悩んでるんですよ。どげんな感じですか？なんか乾燥して痒くなるっていう感じではないかもしれないです。まあ、乾燥のせいで痒いとかは全然ないんで、そうですよね。はい。うん、もうまあ、どっちかっつったらもう体の中に溜まっている油を全部出しましょうっていう今感じうなので、ん。はい。もうそうこのまま突っなんですね。走っていいと思いますよ。わかりましはい。た。ただし、肯定反応ってね、何回か繰はい。り返す傾向があって、うん。コロナじゃないんですけど、第1波、第2波、第3波みたいな続く傾向があるんですよ。はい。うん。で、それはね、2ヶ月目はやっぱり運動が始まるので、運動をどんどんしていただくので、血液の循環はい。が良くなると、やっぱりその体の中に溜まっているものをどんどん排泄する作用がやっぱり強くなりますから、うん。その第はい。2波の肯定反応が来た時に、心折れないように、はい、そうですね。心折れないように。はい、してください。でも、第1波が終わって、コロナもそうじゃないですか、第2波、第3波来たじゃないですか。はい。はい、そうもうですね。来ると思った方がいいかもわかんないですよ。うん。はい。もう来るもんやと思って、そう、もう心構えというかね、そうです。しといた方がね。第1波のようにバーンって来ないですけど、やっぱり少しずつ緩やかになっはい。ていくと思うんですけど、あの、うん。来ると思はい。って、挑んだ方がまだ気持ち的に楽だと思うんでね。はい。はい。うんうんうん。そうででも、すね。うん、はい。少なくとも体の中に溜まっているその油とか毒素は、うん、順調に出てると思うんでね。はい。はい。もうちょっと2週間経った時にね、肯定反応が続いてたんで、ちょっとどうかな、一旦心折れるかなってちょっと僕心配しましたけど、いやだいぶでも心折れかけましたね。やっぱりね、やっぱりね。はい。
もうお出かけ寸なんか前ですよね。大丈夫かなっていう。あ、うん、大丈夫かなと、私には効果出そうてるですね。かもしれないかなっていう心配でしょう。ひょっとしたら私には効果が出てないんじゃないかなっていう心配ですか？うん、そうですね。ちょっと出てないというか、そのいつまで続くんだろうっていう、先が見えなかったので、なんかこっから治っていくのか、それとももうどんどん悪化していくのかっていうのがわからないと、その、ね、心がこう、どんどん疲れてくるというか、もうなんかもういい加減にしてくれっていういい加減にしてくれと、そうですよね。でもいい加減にしてくれって言っても、でもステロイドを塗ったのは西さんなんでね、これは。そうですね。そう、自はい。業自得なんですけど。そう、自業自得なんでね、そこはちょっと我慢していただいて。うん。はい。順調っていうほど順調だと思います。肯定反応も第一波終わったような感じなので、うん、はい。はい。2ヶ月よかった目です。はい。は、運動しっかり頑張ってください。わかりました。まあ、今現時点でなんか心配事とかありますか？来月に関することでもいいですよ。なんか不安とか心配事があれば。心配事。そうですね。運動っていうのは具体的にどれぐらいこう時間を取ればいい、増やせばいいのかなっていうのがあるんですけど。あ、そっか。今あれですよね。確か通勤時間で、通勤するときに確か歩いて行ってるんですよね。あ、そうです。そうですよね。通勤。2ヶ月目はちょっとランニングと縄跳びしていただくんですよ。うーん。うん。はい。で、運動の時間だいたい最低30分。あ、30分。あ、はい。わかりました。心臓バクバクさせてほしいんですね。心臓バクバク。心臓バクバク。はい。なのでね、まあ、できたら、家帰ったら、縄跳びを10はい。分してほしいんですよ。10分。あ、はい。縄跳はい。び。縄跳び。うん。はい。傍から見たら何してんねんと思われると思うんですけど、はい。ちょっと、家の前でね、頑張って10分、15分、縄跳びしていただいて、もう心臓バクバクさせてください。はい。うん。あのわかりました。運動を制すものはアトピーを制すと思ってもらっていいですよ。2ヶ月目以降は。わかりました。めっち頑ゃくちゃ、張ります。めちゃくちゃ運動大事なんで。うーん。はい。大丈夫ですか？はい。わかりました。あと質問とかないですか？あとは、そうですね。あとは大丈夫そうです。もし、肯定反応第2波が来たときは、喜んでくださいね。はい。はい。あの、また来たか。そうそう、また来たかでいいんですよ。もうまた来たかと、よっしゃ、来たと、もう体の中の毒素が出てるんやなと、かかってこいという感じでお願いしますね。はい。頑張ります。でも、本当にね、第一波の時に仕事行けてるメンタルを持ってるから、もう多分大丈夫だと思いはい。ますよ。そうだすっごいメといいですンタル、ね。すっごいメンタルですよ、これ、本当に。僕いいやいやいや。けないですもん。もし僕だったら。仕事多分休むわ。はい。すごいメンタルですね。これは本当に自分のこと褒めていいと思いますよ。すごいですよ、これは。いや、ありがとうございます。なんかはい。そんな言ってもらえると嬉しいです。いや、本当にいろんなそんな人見てきなんか言ってましたけど、もらうことないんで。あ、そうですか。今褒めときますね。本当いろんな人見てきましたけど、西さんメンタルめっちゃ強い方ですよ、本当に。はい。はい、ありがとうございます。本当にちょっと2ヶ月目、また頑張っていただいて、来月ですはい、ね、また1ヶ月後にコンサルさせてください。はい。じゃあ、よろこれでコンサしくお願いル終了しします。ますね。はい、ありがとうございました。どうも失礼します。失礼します。